皆様こんにちは、セリナです。今回は2023年上半期のリキッドファンデーション部門で多くの1位を獲得した NARS のソフトマットコンプリートファンデーションを昨年の発売以来 NARS の定番の人気ファンデーションとなっているライトリフレクティングファンデーションと比較しながらご紹介していきたいと思います。それぞれのファンデーションの塗り心地、仕上がり、自然光で見た時の違い、そして4時間後のマスク崩れについて比較しておりますので、ファンデーション選びに悩まれているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。またメインチャンネルでは2023年の上半期ベストコスメについての動画もアップしておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは早速ソフトマットファンデーションとライトリフレクティングファンデーションを半眼ずつに塗って違いについて比較していきたいと思います。まずはそれぞれのファンデーションの特徴を簡単にご紹介すると、こちらのソフトマットコンプリートファンデーションは一日中崩れにくく長時間快適なつけ心地、フルカバレッジで自然な仕上がりのマットファンデーションということで、手に出してみるとこんな感じでマットタイプでハイカバーですが、ファンデーションのテクスチャー自体はみずみずしくて少し緩めです。こんな感じで少量でもしっかりとカバーをしてくれますが、とても伸ばしやすいのが特徴です。すでに顔全体にはこちらのディオールのディオールスキンフォーエバーグローベールを下地に塗っているので、早速こちら側半分にソフトマットファンデーションを塗っていきたいと思います。こんな感じでマットタイプのファンデーションですが、乾燥が気になる時にも使いやすいようなとても伸びがいいタイプのファンデーションでした。ただ一気にこんな感じでしっかりと肌の気になる部分をカバーしてくれるので、ハイカバーのタイプのファンデーションが欲しいという方にとてもおすすめです。これだけしっかりとカバーしてくれるタイプのファンデーションですが、伸ばしやすいところがすごく使いやすいなと思いました。はい、まずはこちら側半分にソフトマットファンデーションを薄く一度塗りで仕上げてみました。一度塗りの時点でもこんな感じで肌の気になる赤みや色ムラなどをしっかりとカバーしてくれるハイカバータイプです。近くで見てもこんな感じで、今口周りが荒れてしまっているので、さすがに一度塗りの時点ではこういった大きな赤みや肌トラブルを完全にカバーするというほどではないですが、その他の色ムラや小さな赤みなどはコンシーラーなしでもしっかりとカバーをしてくれています。ただこれだけカバー力が高いタイプのファンデーションなのに滑らかでかなり伸ばしやすいので、ハイカバータイプのファンデーションを使いたいけれどムラになってしまうのが気になるという方にもとても使いやすいと思います。さらに上からタップするようにしっかりと重ねていくとこんな感じで、軽く重ねるだけでもこんな感じでちゃんと肌トラブルをカバーしてくれます。2、3度重ねていけばコンシーラーなしでもしっかりとカバーをしてくれるくらいハイカバーですね。はい、こんな感じで気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。まずこのくらいの距離で見てもしっかりと何度か重ねたところもそこまで重さが出ている感じもなく、自然に仕上がっているかなと思います。そして近くで見てもこんな感じでコンシーラーなしでもしっかりとカバーをしつつ綺麗に肌に馴染んでくれていると思います。そして肌表面の触り心地としては、まだフェイスパウダーを塗る前なのにすでにパウダーを塗った後のようなさらりとした肌に仕上げてくれているので、これからの季節皮脂によるベタつきを抑えたいという方や、ファンデーションの油分っぽさが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。ただ肌表面がさらりと仕上がるからといって乾燥が気になってパサついてしまうというタイプでもないので、保湿系の下地などと合わせて調整をすれば乾燥が気になる肌タイプの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。これだけハイカバーなタイプのファンデーションなのに、いろいろな肌タイプの方に使いやすそうなところも人気のポイントなのかなと思います。それではこちら側にはソフトマットファンデーションを残したまま、反対側には
昨年発売されてすでにナーズの中でも人気の定番ファンデーションとなっているライトリフレクティングファンデーションを塗って比較していきたいと思います。こちらはブランドサイトにまるで肌そのもののようなファンデーションとの記載がありますが、塗りたては意外とナチュラルなセミマット肌のような仕上がりのイメージで、時間が経つとツヤが出てくるという印象のファンデーションです。こちらもソフトマットファンデーションと同様、かなり滑らかなテクスチャーですが、ソフトマットファンデーションよりもさらにみずみずしくて、美容液のように伸び広がり、しっかりと保湿感も感じられるようなファンデーションです。ではこちら側半分に塗っていきます。ソフトマットファンデーションもかなり伸ばしやすいタイプでしたが、ライトリフレクティングファンデーションはこんな感じで、まるで美容液のような感じでスルスルと伸び広がってくれるタイプなので、こちらはより乾燥肌の方に使いやすいタイプのファンデーションだなと思います。カバー力に関してはこんな感じで、程よく素肌の透け感が残るようなナチュラルなカバー力のタイプです。はい、こちら側半分にはライトリフレクティングファンデーションをまずは一度塗りで薄く仕上げてみました。このくらいの距離で見てもハイカバーなソフトマットファンデーションと比較すると、こちらのライトリフレクティングファンデーションの素肌のようなナチュラルな仕上がりの違いが分かりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、一度塗りの時点でもある程度のカバーはしてくれていますが、ハイカバーなソフトマットファンデーションと比較すると、小鼻の周りや頬の広い範囲などに程よく素肌の透け感を感じられると思います。ではさらにカバーをしていきます。こちらのファンデーションはこんな感じで伸びのいいテクスチャーなので、重ねていっても汚くなることはなく、綺麗に肌に馴染んでくれますが、その分こんな感じで重ねていっても素肌の透け感は程よく保たれます。はい、ライトリフレクティングファンデーションも気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。重ねていくとこんな感じで肌の色ムラなどは綺麗にカバーしてくれていますが、それでも厚みが出ることはなく、程よく素肌の透け感は保ってくれています。こちらのファンデーションはどちらかというと、しっかりとカバーをしたいという方よりも、素肌のようなナチュラルな仕上がりに保ちたいという方におすすめです。そして仕上がりについて比較をしてみると、ソフトマットファンデーションもマット肌仕上がりとのことですが、程よく頬の高い位置などにツヤが残るのと、ライトリフレクティングファンデーションもこんな感じで、塗りたてはツヤツヤしすぎないような、どちらかというとセミマットに近いような肌に仕上がっているので、こちらの2つは意外と比較をしてみると、そこまでツヤ感の違いは感じにくいかなという印象です。ただソフトマットファンデーションはコンシーラーなしでもしっかりと肌の赤みや色ムラ、凹凸などをカバーしてくれるタイプなのに対して、ライトリフレクティングファンデーションは素肌の透け感が残るようなナチュラルな仕上がりなので、ソフトマットファンデーションの方がよりフラットな印象、ライトリフレクティングファンデーションの方がより元の骨格の立体感が残るような仕上がりな分、少しだけツヤを反射している感じもします。そしてカラーもどちらも同じ標準色を使用していますが、この立体感とツヤの反射の効果からか、ライトリフレクティングファンデーションの方が少し明るめな仕上がりに感じます。それぞれアップで比較するとこんな感じです。アップで見るとより2つのカバー力の違いが分かりやすいと思います。はい、外の自然光で撮影しています。やはり自然光で見てもソフトマットファンデーションにも程よいツヤが乗るのと、ライトリフレクティングファンデーションは塗りたてはそこまでツヤツヤしすぎない仕上がりなので、ツヤ感はだいたい同じくらいに見えると思います。ただどちらもしっかりと何度か重ねてカバーをしましたが、ライトリフレクティングファンデーションの素肌の透け感が残る感じと、ソフトマットファンデーションのしっかりとカバーしているカバー力の違いが分かりやすいと思います。そして肌表面を触った感じも、ソフトマットファンデーションはフェイスパウダーを塗った後のようなさらりとした肌表面に仕上がっているのに対して、ライトリフレクティングファンデーションは美容液を塗った後のようなしっとり感ともっちり感があるような仕上がりなので、
皮脂によるベタつきや油分感を抑えたいという方はソフトマットファンデーションがおすすめ。美容液のような伸びのいいテクスチャーでしっかりと保湿感が欲しいという方はライトリフレクティングファンデーションがおすすめだと思います。香りに関してはどちらも原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもどちらも問題なく使いやすいと思います。ではこの上に同じナースのソフトマットパウダーをブラシで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごしてくすれ方の違いについて見ていきたいと思います。ソフトマットファンデーションはパウダーを塗ることでよりさらりとした肌に仕上がっているので、皮脂や汗などへの崩れにも期待できるんじゃないかなと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしましたので、崩れについてどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。このくらいの距離で見てもソフトマットファンデーションは若干小鼻の横にテカリは感じますが、全体的に皮脂によるテカリ感が出ていなくて、塗りたてのようなテカリ感を感じさせないソフトマット肌に保ってくれているのが分かりやすいと思います。それぞれアップで見てもこんな感じで、やはりソフトマットファンデーションは小鼻の横や顎周り以外は皮脂によるテカリ感が気にならないソフトマットな肌に保っているのに対して、ライトリフレクティングファンデーションは塗りたてよりも全体的にツヤが増して、皮脂によるテカリも少し気になるような印象です。ただソフトマットファンデーションは肌トラブルを隠すようにしっかりと重ねたところがマスクによる摩擦と毛穴落ちしている感じが少し気になりました。ソフトマットファンデーションはこんな感じで、4時間マスクのまま過ごした後もしっかりと素肌が透けないようなハイカバー感を保ってくれている分、どうしても厚みが出てしまうので、ファンデーションだけでカバーしようとしてしまうと、よりマスクによる摩擦などに弱くなってしまうのかなという印象でした。ただ肌表面を触った感じは少しテカリが出ている小鼻の横なども塗りたてのようなさらりとした触り心地に保ってくれているので、皮脂によるベタつきを対策したいという方にもとてもおすすめだと思います。反対に塗っているライトリフレクティングファンデーションもベタベタしてしまうというほどではないですが、塗りたてのようなしっとりとした保湿感が持続しているので、ライトリフレクティングファンデーションはどちらかというとしっかりと保湿対策をしたいという方におすすめです。はい、ではこんな感じで2023年上半期のベストコスメを多く受賞したナーズのソフトマットコンプリートファンデーションと、昨年発売されて以来ナーズの人気の定番ファンデーションとなっているライトリフレクティングファンデーションを比較してご紹介していきました。どちらも塗りたてはツヤツヤしすぎない仕上がりが似ているかなと感じていましたが、それぞれカバー力や肌表面の触り心地などに大きな違いがありました。素肌のようなナチュラルな仕上がりで、これからの季節でもしっかりと保湿対策をしたいという方はライトリフレクティングファンデーションがおすすめで、ファンデーションだけでコンシーラーいらずのハイカバーなソフトマット肌に仕上げたいという方や、ファンデーションの時点で肌表面をさらりと仕上げたい、ファンデーションの油分感が苦手という方はソフトマットファンデーションがおすすめです。少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。